淡いピンクの制服やエプロンをつけた看護師さんや保育士さんを見て優しそうだなと安心した経験はありませんか？森の中の散歩やお家に飾ってある観葉植物に癒されたことはありませんか？実際に色が私たちの体に大きく影響を与えています。生活に役立つ色の効果をまとめてみました。まず、色を感じる仕組みを説明します。私たちが色を認識するためには、光と物体、そして目が必要です。光には赤、橙、黄色、緑、青、藍色、紫が含まれています。いわゆる虹の色ですね。光がリンゴという物体に当たると赤の光を多く反射させます。ピーマンは緑を多く反射させます。それらの光が目に入ってくることで私たちは色を認識しています。物体によって反射させる、吸収する色が変わります。黒はすべて吸収、白はすべて反射をしています。そもそも光って何でしょう？光が人間に与える影響を知る前に、光が一体何なのかを知る必要があります。光は電磁波、電気と磁気のエネルギーの波の一種です。X 線や紫外線、赤外線、電波と同じ仲間です。光は目に見える電磁波なので可視光と呼ばれています。X 線や紫外線は体に悪いものとされていますよね。可視光も人間に何かしらの影響を与えています。暖かい色と書いて暖色、寒い色と書いて寒色という言葉がありますね。暖色、赤、橙、黄色と寒色、青、青緑、青紫では体感温度が3度も変わるそうです。お部屋のカーテンを夏と冬で変えることで光熱費を節約できます。膨張色、収縮色と呼ばれる色があります。実は碁石は白と黒で大きさが違います。人間は白を大きく感じてしまうので、黒の碁石よりも 0.3 ミリ小さく作っています。体型をすっきり見せたいときや、部屋を広く見せたいときの家具選びにも役立ちます。ちなみに膨張色には白、赤、黄色など、収縮色には黒、深い緑、寒色系の青色などがあります。深出色と光体色と呼ばれる色があります。深出色は近くにあるように見える赤、橙、黄色などの色です。光体色は遠くにあるように見える青緑、青、青紫などの色です。実は事故を起こしやすい車の色は青という統計があります。相手から近いと認識してもらうことで事故が起こりにくくなります。明るい色は軽そうに見え、暗い色は重そうに見えます。宅配便の段ボール箱に白を採用する会社が多くなりました。実際 1.87 倍感じる重さが違うというデータがあります。引っ越しの段ボールや旅行カバンの色選びに役立ちます。スーツケースは白やシルバーがおすすめです。興奮させる色と落ち着かせる色があります。赤、黄色、橙などの色は脳に影響を与え、アドレナリンを分泌させることによって興奮感を与えます。ファストフード店やレジャー施設にそれらの色が使われていませんか？また、スペインの闘牛では赤のマントを牛に見せています。反対に、鎮静させる色、落ち着かせる色は、紺、薄紫、淡い水色などがありますが、それらの色は公共施設や病院の待合室に使われています。部屋に置いていた赤いソファに青のカバーをかけて興奮しがちな子供が落ち着いた例があります。世の中に溢れているものは企業が細部にまでこだわってデザインされた商品。
形や機能だけでなく色使いにもこだわって作られています。そうやって周りを見回してみるといろんな発見があります。勉強しているといつの間にか頭の中は他のことを考えてしまう。集中できないということはありませんか？そんな時には時々ちらっと目に入るところに黄色のものを置きましょう。黄色は一番脳に刺激を与える色です。すべてを黄色にするのは刺激が強すぎるので、筆入れやペンなどの文房具に取り入れるのがおすすめです。初対面の人に会う時の服装選びが大切です。話しかけやすそうと思ってもらうためには、オレンジ、黄色の色がおすすめです。赤は元気そうに見えます。サーモンピンクは優しさ、愛情を感じ取ってもらえます。白はいい意味で刺激の強い色ですが、品が良さそう、程よい緊張感を相手に与えます。真面目、爽やかそうに見えるのは青い色です。拒絶、相手に緊張感を与えるのが黒の色です。黒はシックで高級なイメージがありますが、相手に近寄りがたい雰囲気を与えてしまうので、お子さんを相手にする職業の方は避けた方が良い色です。今あなたはどんな気分ですか？その時の気分によって求める色が変わることがあります。気分が落ち込んでいる時に灰色やベージュを求める時があります。これらの色は刺激が少ないからです。また、周りの人間を遠ざけたい、一人になりたいときは黒に惹かれます。嫌なことがあったとき、なんだか心がしんどいとき、ちょっと散歩に出かけてみませんか？緑は心を癒してくれる色。また、夕日の淡い光の色はリラックスさせてくれます。自然が作り出す色で心を整えてあげることができます。色がもたらす効果を上手に生活に取り入れていってくださいね。